本日のテーマ。はい、これ。本日のゲーム開発おじさんとお昼ご飯のテーマは、チューリップです。チューリップは、昔々、ムーンの後、ルールオブローズの前の時代ですね。プレイステーション2用に作ってたゲームなんですけど、いやーもうこのゲームを作ってたっていうことはもう僕にとっては奇跡のようなもので、多分僕何回かやっぱりゲームを作れなくなる瞬間というか、ゲーム業界から押し出されてしまうみたいなタイミングがあるんだけど、チューリップとムーンの間っていうのはまさにそういう感じで、これは別に誰のせいでもなくて、僕ちょっと、あの時病気になっちゃったんですよ。うん。で、UFO を途中離脱していて、それは病気のせいで離脱したっていうよりも、いろんなことがあって離脱して、無理だったんでやめたんだけど、ただ、なんか、その後僕病気になっちゃって、ここ重いんだけどさらっと聞いてね。心臓が肥大したんですよ。で、も5メートル歩いたら、10メートル歩いたら、はぁはぁ言って歩けませんみたいな状態で、診断としては、拡張性心筋症ですって診断されて、でそれどれぐらい重病かっていうと、死の病だね。原因不明で心臓が肥大して、筋肉が弱まって肥大するんで、最悪だなと。で、アドレナリンとかドーパミンとかが、もうすごい量出ちゃって、わからない。原因わかんないんだけど、心臓が肥大しないように食い止めるために血圧下げたりとか、そういう薬をたくさん飲むことによって、ちょっとずつ、原因はわかんないんだけど、対処療法で、あの、どうにか耐えていこうという状態が始まるんですよ。で、あの、これはその、ルールオブローズの、あの、作業中に根本的な原因が分かって手術して、心臓じゃない場所を手術して、治るんだけど、ただその時ってどういう感じだったかっていうと、あ、終わったな、みたいな。もう何もできない。もう人生終わったなっていう印象だったんよ。で、そんな時に、ちょっとずつ回復していった時に、10メーター歩いてたやつが100メーター歩けるようになりましたとか、電車に乗って出かけるようになりましたとか、本ちゃんのゲームの仕事できなくても、アルバイト的にどっかを手伝ったりとかできるようになりましたって、順番になったので。で、その時にですね、こう、僕は、明大前っていうとこ住んでたんですよ。明大前。よく世界の明大前なんだけどね。でも明大前って僕読んでたの、なんで世界の明大前って呼んでたかっていうのはいろいろ理由はあるんだけど、明大前のですね、あの、生活の中で、ゲーム作れないじゃん。で、日々そこにいるしかないじゃん。で、ケチくさく、生きていくわけよ。近所の、おばちゃんとか、近所の、料理屋のお姉さんとか、そういう人とちょっとずつ知り合いになってきて、すごいご近所さん付き合いが濃くなってきたのね。病気ながらも疲れてるんだけど。で、ね、どれぐらいかな ?300 メートルぐらい離れたところに、5階所を見つけて、でその5階所で、囲碁をやり始めるんよ。うん。子供の時ってちょっとぐらいやったことあるけど、大人になってからなくて。で、そこにいる60歳とか70歳とかの人、ちょうど僕はあの時30歳ぐらいだったんで、なんか、全然若輩者だよね。おじいさんたちにからしてみると俺は子供だと思うんだけど、若者が来たと。で、囲碁教えてやろうみたいな感じで、そこで5会所で囲碁やって、フラフラで、病気の話もしたりとかしたんだけど、そしたら、いや、病気とはいえ、酒飲まなきゃ来てもいいだろうっつって、飲み屋に連れて行かれたりとか、夜スナックに連れて行かれて、近所のおっちゃんたち、おじいちゃんたちとの付き合いが生まれるんですよ。で、そこで、元気をもらうんだよね、すごく。で、ちょっとずつ体が回復していくのと、ゲームに関係ないコミュニティというか、知り合いとか、あと年齢がすごく離れた人たちと話すことによって、なんかこいや、俺にしてみたらさ、もう、ゲームを作っ
ってる本線から外れて、もともとスクエアにいるところからこうラブデリックに行く時点でもメインストリームから外れてる感じがあるじゃん。さらにそっから外れてなんかこう、全然ダメだと思ってて、もうこりゃ、なんかもうゲーム作ったりとかできないと思って、俺の人生終わっちゃったかなみたいな、こう、四方八方壁に囲まれて、どうしようもなくなるようなフィーリングになったんだけど、その時に、明大前のこう、ご近所さんたちと、こう、付き合いしてる間に、まあ、特に5会所の先生なんだけど、話してる時に、こう、なんか心がリラックスしたんだよね。そう。それはすごかったね。あ、ところでさ、その明大前の、僕の明大前って見る明大前の部屋。なんかね、さっきね、描いてみたの、絵に。すごく特徴のある場所で、ちょっと待ってよ。出るかな。ボン出た。これがですね、私の、明大前の、お部屋なんですけど、すごく昔の場所で、なんか、ずっと住んでるのね。ムーンの時も。スクエアの最後の方から、ムーン、チューリップ、ルールオブローズの時ずっとここに住んでたんだけど、昔の家なんで、今の東京の8畳とかよりも8畳の広さが広いんですよ。で、6畳、8畳、4畳半、キッチンが廊下があって、あと8畳の外側にも廊下があって、でその廊下がなんか俺はよくなんだろう、宿と呼んでたんだけど、よく宿にさ、廊下があってさ、廊下じゃない、なんか板の間があって、そこに椅子が置いてあって、お茶飲めるようになってたりする場所あるじゃない、日本の宿で。そういうところみたいな感じで、すっげえ広かったんですよ。で、ここが、まあ僕にとっては基地みたいなもので、いろんな人が来たんだよね。いや、本当にいろんな人来たと思うよ。どれぐらい来たかな、本当。マーベラスの時もそうか。マーベラスで働いてる時もここなのか。あの、ね、だから、ここで活動が始まるんだよね。だからおじいちゃんたちと話して、心がリラックスした後にどうなったかっていうと、なんか、何にもないところから、またみんなに連絡して人を集めたらいいじゃないかとか、そういうことが始まって、チューリップの人たち、初期の頃は多分野口くんとかだと思うんだけど、なんか、キャラデザの人とか、音楽の人とか、いろんな人、ちなみにこう名前は、ダスティが聞いてないから言わないけど、案外スクエアのこう、つわものの人とかも声かけたりとかして、この明大前のですね、この、まあ、だだっ広いお部屋に呼んで、もう、外は甲州街道なんでクソうるさいんだけど、そういうところで、こう、みんなを集めて話すわけですよ、僕が。ゲーム作りたいと。何にもアイディアとかないんだよ。これからチーム作って、プロジェクトの企画考えて売り込もうと思ってるんだけど、やりませんかと。で、ちょっと僕と相談してブレインストーミングして、どんなのが思いつくかやってみませんかみたいなことを、なんかこう、やるんですよ。で、それで、最初ね、思いつかないし、人は来ては去っていくんだけど、やっぱりここでなんかそういう活動するっていうのが、やっぱり染みついたんだよね。だからここがやっぱりいろんなものの生まれた場所だと思うんだな。うん。ルールオブローズの時でもそうだし、なんか、あとあれ、ダガヤ活動のアニメーションはこの、画面向かってなんつうの、ちっちゃい方の6畳の部屋で、こっちか、こっち、6畳の部屋でやってんだけど、そこに、セット作ったりもしたし、なんか、この場所っていうのが、まあ、なんて言うんだろう。本当にいろんな人も、例えば、リトルキングストーリーの声やってくれてる、声っていうか、ナレーションの声やってくれてる、チャールズ・グラバーさんっているんだけど、チャールズ・グラバーさんもここに来てもらって、アボカドディップ持ってきてくれた。ご飯食べたりとかね。なんかここはね、すごくいろんな人が来る人だった。いろんな方々が。うん。で、要はなんか、まあ、この明大前っていうのは、世界中の人、ハーフィスもここによく寝泊まりしてたしね。黒田も寝泊まりしてたし、なんか勝手に人が来て寝てたね。俺の家なのにね。うん、変わった場所だった。で、ここでチューリップの話が始まるんだけど、全然最初違ったんだよね。なんか。ご視聴ありがとうございました。チャンネルの登録もよろしくお願いします。